おはようございます。たかしです。本日は5月2日木曜日、ただいま9時28分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方は、ぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。今朝方大きく下落してきました。ただこれ冷やしてみると、単に押し目をつけただけという、そういう動き方ですね。この過去の安値のところに白い水平線を引いておりました。193.5 付近。そこに昨日の下落で押しをつけて現在上昇中というところです。ただ昨日の下落が強いので上値は比較的重くなると考えておりますが、こういった為替介入、前回もそうですし今回もおそらく介入だと思われるんですが、こういう動きっていうのは一時的な動きですので、あまりそういった動きには乗っていかない方がいいですね。基本的なトレンドはどっちを向いているのかっていうところをしっかり見ておきたいです。いつも言ってますが、冷やし GMMA は上向きで上昇トレンド中、そしてこの白いトレンドライン、ここを下回るまでは上昇方向に動きやすいと思っておきたいです。では4時間足です。4時間足、ここが過去の高値ですね。この白い水平線、ここで一旦昨日は、下落、ローソク足の実体部分を抑えられてというか、ここまで戻されたんですよね。そしての今上昇になってきております。ただ GMMA の青帯を下抜けているんです。で現在は GMMA 付近まで戻してきているんですが、ここを突破できるかどうかっていうところがここからの注目ポイントです。ストキャスティクスはまだ下落中ですので、この今 GMMA 付近から再び下落していく、そして今朝方の安値付近を目指して下落するというような動きをしてくるかもしれませんので、その辺の動き注目です。現在は前回の介入が入った高値 200.5 というところを高値として、そこから高値を切り下げてきてますよね。そして今朝方の安値で安値の更新もしてきたので、今ここで下落トレンドができているんですね。と考えると、今下落トレンドですので、上昇したところから再び戻り売りが入りやすい、そういう試合にはありますので、その辺も見ておくといいと思います。なので今 GMMA 付近からの下落になるのか、もう少し上昇してからの下落になるのかというところを見ておきたいです。では1時間足です。1時間足 GMMA の青帯の上で昨日はかろうじてサポートされていたんですが、そこを今朝方一気に下抜けて、今は GMMA の青帯の下にあるので、もうちょっと上昇余地はあるんですけれども、 GMMA の青帯に接触するぐらいのところまで上昇してくると、この辺りからは下落をしやすい、そういうところですので、先ほど4時間足で言っていた戻り売りですね、下落トレンドを作っているので、その上昇、今は調整の上昇からの次の下落の流れを見ておきたい。ただし1時間足の GMMA の青帯の上に乗せてくれば、昨日の高値を超えるような上昇になってくると思いますので、その辺の動きも注目ですね。インジケーター等は今朝の介入でよくわからなくなっているので、基本的には昨日の高値を抜けられるかどうかっていうところを注目しておくと、トレードがやりやすくなると思います。ではドル円です。ドル円もポンド円と同じような形ですね。白いトレンドラインに沿って現在は上昇中。昨日の下落はちょうどこの直近の上昇に当てたフィボナッチリトレースメントの 50% 付近からの反発になっております。ストキャスティクスはまだ下落中ですので、本日今上昇してますが、もう少し上値は重くなる可能性を考えておきたいです。現在は基本的に揉み合いの最中と思っております。昨日の下落がちょっと大きかったんですが、基本的には158円ぐらいと、昨日のこの安値154円ぐらいというところでの大枠でのレンジを見ておきたいですね。こんな感じですね。ボックスを描きましたので、この中での動きと見ておきたいです。では4時間足です。4時間足はここちょっとボックスの上限と重なって見にくいんですが、ここに 61.8% という黄色のフィボナッチラインを引いておりました。これっていうのが直近、この前回の為替介入の時の高値と安値に引いたものなんですね。そこの 61.8% 付近での戻り売りっていうところをイメージしていたんですが、昨日はちょうどそのあたりからの下落になってきております。そして現在は4時間足の GMMA 付近まで戻してきましたが、そろそろ上値が重くなるポイントですので、このあたりを突破して157円を超えてこられるかどうかっていうところに注目ですね。157円を超えられないのであれば、もう少し上値が重くなってくる。現在地付近から157円付近まではもう少し上値が重くなりそうなところですので、ちょっと GMMA の青帯の間にある間は上値が重くなってくるので、そこからの下落になるのか、それを突破して再び昨日の高値を目指していくの
かというところを見ておきたいです。では1時間足です。基本的に動き方はポンド円と一緒ですね。前回の介入時の高値安値を見ていただければわかりますが、そこから高値を切り下げ、そして安値を更新してきていますので、今は下落トレンドなんですね。こういう動きですよね。こういうトレンドを今作っているんです。ですので今ここ戻しをつけてますが、ここから上昇していけば再びどこかでまた下落に入っていくという、そういう考え方ができます。ただ次の下落がどこまで下げるかはわかりませんが、今大枠では下落トレンドを作ってますので、基本はこのトレンドに乗っていくという考え方を持っておいて、そして1時間足の GMMA を上抜けてくれば、そこからは再び上昇しやすくなるんだというふうに思っておくと、トレードがやりやすくなると思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。